皆さんこんにちは、ふーちです。Hoje também vou compartilhar o dia a dia do Brasil visto pelos olhos de uma japonesa aqui em Curitiba, no estado do Paraná. Atualizo o canal todos os sábados, então se puderem deixar like e se inscrever, vou ficar muito feliz. さて、ブラジルに移住して1年半ですが、まだまだ私の中では日常の中でびっくりすることや新しい発見が絶えないわけで、今週の私が感じたブラジルをいろいろシェアしていきたいと思います。初めて訪れた場所やクリチバの一押しスポットも紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。ブラジルライフ。まずは先週の週末から。だいたい土曜日はどこかしらへお出かけする日。今日はクリチバのショッピングモールへ。ちなみにブラジルでは歩行者は赤信号でも車が来てなければ渡っていいスタイルみたいです。歩行者優先っていうのが強く根付いてるみたいで、この日も私が横断歩道を渡ってて、途中で赤信号になったから慌てて駆け足で渡り切ろうとしたら、夫に何してんのと笑われました。確かにブラジルでは歩行者がどれだけ危ない横断をしてても、歩行者に対して車がクラクションを鳴らしたりしてるのをあまり見かけません。日本だったらブチギレ案件になってるだろうなと思うことも多々あります。さて、今回のお目当てはシャンプー、ヘアカラー剤、ヘア用のスリッパ。なんか最近ずっと使ってたシャンプーが合わなくなってきたので、私の中では肌に優しいイメージのブラジルの老舗ブランドグラナダのシャンプーを購入。ヘアケアに関して言えば、実はブラジルに来てからまだ1回も美容室に行ってません。というのも、これは海外あるあるですが、こっちでは女の人は基本ロングヘア。私は日本ではショートカットだったんですが、ブラジルに来てからなんとなく周りに流され髪を伸ばし中。髪色も海外にいると、結局アジア人には黒髪が一番しっくりくるなっていう思考になってしまい、日本で茶色くした髪を黒色に戻すべくヘアカラー剤を探しに。ブラジルのコスメティックストアでは美容院でプロが使うようなヘアカラー剤が普通に一般の人にも売られていて、結構びっくりします。こういうところへ来ると店員さんが丁寧にアテンドしてくれます。私がポルトガル語話せないと知って英語で一生懸命話そうとしてくれたのが嬉しかったです。ブラジルの人は基本英語は話しませんが、10代、20代ぐらいの人たちはちょっと話せる人が多い印象です。未だにレジはドキドキする時間です。ブラジルでの買い物ではどこでも必ず聞かれる CPF という個人番号。番号を打つと少しずつポイントが貯まるらしいですが、面倒だから未だに CPF 番号はいいですって言って断っちゃいます。でもそろそろ自分の番号を覚えないといけないなっていう感じです。続いてヘア用のスリッパを探してるんですが、いつも見つけるのが難しくて、ダイソーに行けば売ってるんですけど、やっぱりクオリティは100円。すぐに傷んじゃったりするので悩みどころです。私は日本人なので家では二足制ですが、ブラジルでは土足の家も多く、家ではスリッパというよりビーチサンダルを履いてる人が多いイメージです。なんかちょっとしたインテリア雑貨や日用品を買うときに、日本でいう無印良品みたいなお店があればいいなっていつも思うんですけど、ブラジルでそれっぽいお店があればどなたか教えてください。モール内を移動できる子供用の乗り物がたくさん並んでいます。これは人口密度が多くて混雑する日本では実現は難しそうです。たまたま見つけてしまった美味しそうなアイスクリーム屋さん。なんとコーンまでその場で焼いて手作りしていて、香ばしい甘い香りについつられてしまいます。これは食べないわけにはいかないということで注文。ちなみにブラジルのアイスクリーム屋さんは味に迷っていると好きなだけ味見させてくれるのが嬉しいポイントで、これは私がブラジルに来て驚いたことの一つでもあります。注文してからなんか思ってたのと違ったなぁとがっかりすることがないので、ナイスアイデアですね。これ洗い場かなって思ったら
蛇口から出てるのはなんとチョコレートとピスタチオのクリームでコーンの中をコーティングしてくれます。まるで夢のような水道です。私はアイスクリーム1個で良かったんですけど、なぜかもう1種類味を選んでと言われるがままに注文したらめっちゃ大きい仕上がりになってしまいました。2人で1つシェアするぐらいがちょうど良さそうです。ずっと行列が絶え間なく続いていて結構人気のお店みたいです。あとこの隣に大将という日本の焼肉屋さんを発見したので今度絶対来ようと思います。ちなみにこのショッピングモール、狭い土地に立っていて縦長の作りになっているのが特徴で、駐車場から出る道も螺旋状にぐるぐるなっています。なんかのアトラクションかっていうぐらい地上に出た時にはフラフラになるので、ぜひ皆さんにも体験してみてほしいです。ブラジルライフ。この後はスーパーでちょっと買い出し。こっちのマヨネーズはベーコン味とかいろんな味があって面白いです。最近搾り器を手に入れてからレモンとかオレンジを絞ってジュースを作るのにハマっています。ブラジルはほんとフルーツが安くて、このオレンジも 1kg70 円ぐらい。気軽にフルーツをたくさん食べれるのもブラジルのお気に入りポイントの一つです。我が家に新しい仲間を迎えようと思います。ブラジルのスーパーマーケットは観葉植物が充実して気軽に買えるのも嬉しいところ。名前もわからないこの植物ですが、可愛くて一目惚れして我が家にお迎えすることに。もはや観葉植物たちはペットのような存在になっているので、最近みんなに名前をつけました。こちらはブラジルに移住してきた時に夫の友人からいただいたもので、花が咲くのをずっと希望を持って待ち続けているので、のぞみちゃん。こちらは去年の母の日にスーパーでプレゼントで配っていたお花なんですけど、花は散っても葉っぱはピンピンととっても丈夫なのでつよしくん。そして玄関で出迎えてくれるこの3トリオはシャデラク、メシャク、アベデネゴ。聖書に詳しい人なら名前の由来がわかるはず。そして今回迎え入れたこの新入りは優しい印象なのでゆうこちゃん。日本にいる時は観葉植物とかあんまり興味がなかったですが、ブラジルに来て時間に余裕ができてからは緑のある暮らしにハマっています。ブラジルライフ。日曜日はいつものように教会へ。毎週1万人以上が通うメガチャーチ。日本ではまず見れない光景です。この日はたまたま洗礼式がありました。ステージの後ろがパカーンと開くと水族館みたいに水槽が現れます。まるで劇団四季並みのステージ設備です。この1回の集会だけでなんと60名もの人が洗礼を受けました。1人ずつ名前が呼ばれるたびに家族や友人が風船を振って盛り上げるスタイルがブラジルらしいです。そしてこの日はアフリカのウガンダからワトトという有名なキッズクワイヤーが来ていて、圧巻のステージを披露してくれました。やっぱりアフリカの人たちってリズム感がずば抜けていて目が釘付けになってしまいました。実は私は大学生の頃、彼らが生活するウガンダの村を訪れたことがあって、当時まだ無邪気に遊んでいた子どもたちが今こうして大人になって小さい子たちをリードしている姿を見てとても感動しました。もう一度アフリカに行きたくなってきます。そしてこの日はこの教会の近くにあるずっと行きたかったカフェへ行ってきました。以前視聴者さんに教えてもらって下見だけしに来たのですが、実際に入店したのは今回が初めて。ここは1999年にクリチバで生まれたスペシャルティーコーヒー専門店です。私はコーヒー通でも何でもないので、スペシャルティーコーヒーって何って感じだったのですが、調べてみると国際基準で品質が認められた特別なコーヒーのことらしいです。ブラジルでいち早く本気のコーヒーを追求し続けてきたお店で、これまで数多くの有名バリスタを輩出してきたそうです。私はコーヒーの詳しいことはわからないですが、そんな私でも店内のインテリアや
置いてある焙煎用の機械などから本気度を感じられるお店でした。店内はとにかくコーヒーの香ばしい香りに包まれた、まるでセラピーのような空間。落ち着いた照明やおしゃれなインテリアも相まって、ずっと居続けたくなるような空間でした。コーヒーとスイーツを注文して2人で2300円ぐらいだったので、ちょっとお高めですが、お値段以上の価値がある空間だったと思います。コーヒーに関しては全く知識がないので美味しいとしか評価できないですが、スイーツも甘すぎず上品な日本人好みの味でした。ショーケースに並んでいるパンも見るからに美味しそうで、日本のパン屋さんを見てるような懐かしい感覚になりました。ここは定期的に来たい場所の一つになりました。ちなみにこういうカフェとかレストランに来ると、いつも店員さんの多さに驚きます。日本だと人件費削減とか言ってカツカツで回すことが多いですが、ブラジルの店員さんは大人数でみんなリラックスしながら働いているように見えて、私の目にはいつも不思議です。お店の外にはコーヒーの木。最近黄色いイペが咲き始めていて、道端に色鮮やかな花びらの絨毯ができているのがとても可愛いです。ブラジルって特別じゃない場所にもこういう綺麗な自然が突如として現れるのが私のお気に入りポイントでもあります。ブラジルライフ。日曜日のショッピングモールは午後から開くことが多いんですけど、店内はガラガラ。個人的にはのんびり買い物ができて嬉しいですが、経営は大丈夫かなと余計な心配をしてしまいます。ブラジルは休日は家でのんびり過ごす人が多いのか、市バスも土日は半額になったりして市民に外出を促しているのが日本とは真逆で面白いです。さて、今週はずっと宿探しの情報サイトアゴダとにらめっこ。実は今年日本に一時帰国予定なんですが、日本のホテルの部屋の狭さと値段の高さにびっくりしています。10平米ぐらいしかない部屋が多くて、どこで荷物を広げるんだとツッコミを入れたくなります。かといってちょっと広めの部屋を選択すると値段が一気に倍ぐらいに跳ね上がるし、改めて日本の土地の狭さと人口密度を実感します。ブラジルでもいくつかホテルに泊まったことはありますが、逆にこの空間何に使おうみたいな広々してる部屋が多い印象です。日本はインバウンドも今すごく増えてて、ホテルもだいぶ強気の値段だなと感じます。日本に帰った時はこの YouTube チャンネルで久しぶりに帰国して感じるブラジルとのギャップみたいなものも配信する予定なので、引き続きお楽しみいただけたら嬉しいです。ブラジルライフ。さて、週の中日。週に1回ぐらいは私が料理のことを考えなくていい日を作ろうという夫の粋な計らいで、最近はちょくちょく外食をしています。週の真ん中というのがちょうどリフレッシュにもなっていいですね。私はこれ以上リフレッシュしてどうするねんと自分で突っ込みたくなりますが、それでも外食ってやっぱり楽しいですよね。今回訪れたのはクリチバにあるフードパークカドーレです。ここは工場の跡地をリノベーションして作られた大きなグルメスポットで、カラフルなコンテナの中にいろんなレストランが入っています。屋外型のフードコートのような感じで、ブラジルのハンバーガー、シュラスコ、スイーツ、またタコスやブリトーなどのメキシカン料理もありました。平日は夜のみの営業で、土日は昼もやってるみたいです。前からずっと気になっていたところでようやく来ることができました。なんといってもこのテーマパークのような雰囲気が魅力的。ずらりと立ち並ぶ色とりどりなコンテナに年中クリスマス気分を味わえるような可愛くライティングされた大きな木。歩くだけでもワクワクする空間です。スタッフの方たちも皆さん感じのいい人たちで、客層も落ち着いていて、キッズスペースもあるので子供を連れて家族でも楽しめるし、友達とちょっとお酒を飲むのにもよし、カップルでロマンチックに過ごすのもよしという感じでした。入り口には警察官もいるのでセキュリティ面も安心です。
とりあえず一通り見回して少しずつつまんでいこうということで、私はまずブラジル版の串焼きエスペチーニョ、夫は南アメリカでナンバーワンと書かれたハンバーガーをゲット。やっぱりブラジルの牛肉は安定の美味しさ。ここのアルカトラという日本でいうイチボのような牛肉がめちゃくちゃ柔らかくてジューシーでした。チーズと交互に食べるのがたまらないです。ハンバーガーの方も南アメリカ一かは分かりませんが、炭火焼きのパテが最高でした。さて、喉が渇いたのでジュースも注文。ブラジルではどこにいてもこういうフレッシュな絞りたてジュース屋さんがあるのが嬉しいです。今回は新しいものに挑戦しようと思い、スイカとイチゴという謎の組み合わせを注文。恐る恐る飲んでみましたが、意外にもめちゃくちゃ美味しくて、スイカの優しい味とイチゴの酸味がうまくマッチしていました。これはもう一回飲みたいです。さて、続いてブリトーを注文。中に入れる野菜とかソースをカスタマイズできました。めっちゃずっしりです。チリビーンズのブリトーでちょっと辛かったけど、野菜もたっぷりでジューシーでめちゃくちゃ美味しかったです。このワカモレソースとの相性が最高です。今もこのビデオを編集しながらよだれが出てきます。夫はパステルを注文。普通のパステルと違って縁にチーズが入っていて新感覚でした。夫は今まで食べたパステルの中で一番美味しいと言っていました。まだまだ試したいものがたくさんあったんですが、もう胃袋がパンパンなので、またちょくちょく来て全部制覇したいと思います。最近よく思うんですが、家族や友人、大好きな人たちと一緒に美味しい食事を食べる。これ以上人生で幸せな瞬間ってないなと思います。もし他にもあれば、皆さんコメント欄にこんな瞬間に幸せを感じると書き込んでください。ブラジルライフ。今週は暖かい日が続いていて、春の匂いが感じられました。こういう屋外で食事をするにはもってこいの気候です。私は1年の季節の中でも今みたいな時期が一番好きです。冬が終わりかけて春の少し暖かい風が吹く、特に夜が一番好きです。日本ではこの春の時期って学年が新しくなる時期でもあるので、大学に入学した時の新歓野菜のワクワクした記憶とリンクして、この季節になるとなんか新しいことが始まりそうでドキドキしてきます。皆さんもそういうピンポイントで好きな季節ってありますか？これもまたコメント欄でぜひ教えてください。というわけで今回は今週の出来事をただただシェアさせてもらいました。そんな大きなイベントはなくても、日々の中でブラジルの新しい発見や日本とのギャップを感じることってまだまだいっぱいあって面白いです。これからも日本人の目で見て感じたブラジルを配信していきますので、いいねとチャンネル登録で応援してもらえると今後のモチベーションにつながります。Muito obrigada por assistir até o final. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!